皆さんこんにちは。今回はグリッチについての動画をお届けします。グリッチとはデジタルデータや映像の異常や不具合を指します。ビデオや画像に乱れや歪みを追加していきます。グリッチはボカロ MV の映像を担当する動画師にとって視覚的な表現の幅を広げるための強力なツールとなります。グリッチ効果は昔のテレビや映画のようなレトロ感やヴィンテージ効果を作成するのに適しています。さらに未来的でテクノロジーに関連する要素を強調するのにも役立ちます。今回の動画では私がよく使うグリッチ表現を分解して一つ一つのパーツに分けて作り方を紹介していきます。その中からいくつかを組み合わせて状況に合わせて使うようにしてください。どれも業界で一般的な作成方法だと思いますので、特に AE 初心者の方は一度最後まで見てみてください。これから動画師を目指すなら必要な知識です。特に最近のボカロ MV を見てもグリッチ効果を全く使用していないものを探す方が難しいほどこの表現が広く利用されています。ボカロ MV に限らず映像制作であれば使う頻度が高いので、動画師にとって時間を使って掘り下げるべき表現です。この動画を見ればこれらのノイズ素材の作成の方法を全て解説しています。そしてそれを組み合わせればいろいろなグリッチ表現が可能になります。グリッチやノイズ表現に苦手意識を持っている方はこの動画をきっかけに意識が変わるはずです。まず1つ目はベーススキャンライン、操作線のことです。テレビやモニターの水平方向の線のことです。これだけは覚えて帰ってほしい表現です。このテクスチャーだけでモニターに映った画面を表現できるのでグリッチの基本となる表現です。では実際に作ってみましょう。まず新規コンポジションを作成します。名前をグリッチレンダーとします。そこに画像を入れます。画像を選択してプリコンポーズします。グリッチフッテージと名前を付けます。グリッチを適用する画像はこのコンポジションの中で管理します。調整レイヤーを作成して1ベーススキャンラインと名前を付けます。この調整レイヤーにエフェクトから描画グリッドを適用します。エフェクトコントロールで調整していきましょう。グリッドサイズを幅&高さスライダーに変更、幅を4000に変更、ボーダーを4に変更、ぼかしの高さを2に変更、アンカーの X をスライドして縦線を画面外に移動させます。高さを3に変更、描画モードをステンシルアルファに変更します。左が適用前の画像、右が適用後の画像です。下に拡大したものを用意しましたが、拡大すると質感がよくわかります。これでグリッチのベースとなる操作線の表現ができました。次はスキャンラインアップです。上方向にゆっくり動く操作線のノイズを追加していきます。これも使う頻度の高いグリッチ表現です。ここではスキャンラインアップを使い回して下方向にゆっくり動くスキャンラインダウンも同時に作成します。では先ほどの続きから作業します。先ほど作ったベーススキャンラインは非表示にします。新しく調整レイヤーを作成します。スキャンラインアップと名前を付けます。この調整レイヤーにエフェクト、ノイズ&グレインからフラクタルノイズを適用します。ノイズの種類をブロックに変更、複雑度を1に変更、トランスフォームを展開して縦横比固定のチェックを外します。スケールの幅を1万に変更、描画モードをオーバーレイに変更します。不透明度にキーフレームを打ちます。0フレームで不透明度 30%、 3フレームで不透明度 15%、 6フレームで不透明度 30%。 これらのキーフレームを選択して保管を停止に変えます。オルトを押しながらストップウォッチをクリック、エクスプレッションを使用します。プロパティからループアウトを追加します。これでキーフレームを繰り返すようになります。再生します。これでチカチカとフリッカーが追加されました。ではゆっくり上にスライドさせます。乱気流のオフセットにオルトを押しながらクリック、エクスプレッションで Y の値に秒速60ピクセルずつ上に移動するように入力します。入力したエクスプレッションはこちらです。再生します。これで完成です。このまま今度は下方向へスライドするものを作ります。今作ったスキャンラインアップは非表示にして
この調整レイヤーを複製します。名前をアップではなくダウンに変更して編集していきます。フラクタルノイズのスケールの高さを150に変更。下方向に動かすので乱気流のオフセットのエクスプレッションを書き換えます。プラスタイム ×30 に変更します。完成です。再生します。これで下方向へのアニメーションも作成できました。4画面で見比べてみましょう。上方向と下方向で好みのものを使いましょう。どちらともオンにしてもいい感じです。3つ目はこのような波形ワープによるグリッチの表現です。これもオーソドックスなノイズの種類で使う頻度の高い表現です。ランダムなリズムで画像を水平方向に大きく歪ませます。視認性が落ちるのが特徴で映像に与える影響もとても大きいです。ではまず調整レイヤーを作成します。名前に3、ウェーブフォームワープと名前を付けます。調整レイヤーにエフェクト、ディストーションから波形ワープを適用します。波形の種類をノイズに変更。波形の幅を53にします。方向を0度にします。波形の速度を0にします。そしてアニメーションをつけるために波形の高さにエクスプレッションを追加。打ち込むエクスプレッションはこちら。これでランダムなアニメーションを作ることができます。この値がアニメーションの頻度で、この値が波の振れ幅になるので自由に設定してください。再生してみましょう。自動でランダムな動きができていますね。しかし波形ワープにより画面の縁が黒くなってしまっています。これを修正するために波形ワープの前にエフェクトを追加します。同じ調整レイヤーにエフェクト、スタイライズからモーションタイルを適用します。モーションタイルを波形ワープの上に持っていきます。これでエフェクトの適用する順番を波形ワープの前に変更することができます。適用したモーションタイルのパラメーターを調整していきます。出力幅を150にします。出力高さも150にします。ミラーエッジにチェックを入れます。再生します。これで画面の縁を消すことができました。いい感じです。4つ目はデフォームラインです。デフォームラインとは一定の間隔の線を区切りとしてずれた映像が出現するというグリッチ表現です。そしてこちらはずれ幅にアニメーションをつけたものです。どちらも使えるので今回は2パターンを作っていきます。では先ほどのウェーブフォームワープは非表示にしてデフォームラインを作っていきましょう。まずコントロール Y で平面を作成します。コンポジションのサイズであれば色は気にしません。この平面にエフェクト、ノイズからフラクタルノイズを適用します。ノイズの設定ですが、まずノイズの種類をブロックにします。コントラストを70に変更、複雑度を1にします。トランスフォームを展開し、重応比固定のチェックを外します。スケールの幅を5000、スケールの高さを600にします。そして乱気流のオフセットにエクスプレッションを追加します。打ち込むエクスプレッションはこちら。ノイズが秒速100ピクセルの速度で上方向にスライドするアニメーションです。この数字を変えればスピードが変わります。再生します。このような横縞模様がゆっくりスライドするものができました。この平面をコントロールシフト C でプリコンポーズします。名前をノイズテックスとします。これを一旦非表示にしておきます。では別に新規で調整レイヤーを作成します。名前を4、デフォームラインとします。ここにエフェクト、ディストーションからディスプレイスメントマップを適用します。マップレイヤーに先ほど作ったノイズテックスのレイヤーを指定します。水平置き換えに仕様を輝度に変更します。数値を80にします。垂直置き換えに仕様も輝度に変更します。こちらは数値を14にします。この変形によりまた画面にブラックが入ってしまったので、先ほどと同じようにモーションタイルを追加します。エフェクト、スタイライズからモーションタイルを適用。エフェクト順を移動します。出力幅と出力高さを150にします。ミラーエッジのチェックを入れます。これで黒を消すことができました。再生します。先ほどのノイズテックスのグレースケールによりこのような変形が表現できました。ではこのデフォームラインを残しておきながらこの調整レイヤーを複製します。
アニメーションありのバージョンを作っていきます。調整レイヤーの名前の末尾にアンダーバーウィグルと追加しておきます。ではここにアニメーションを追加していきます。このディスプレイスメントマップの最大水平置き換えの数値にエクスプレッションを追加します。打ち込むエクスプレッションはこちら。これでランダムな数値が入るようになります。再生します。いい感じです。比較してみましょう。どちらも非常に使い勝手がいいグリッチ表現です。アニメーションありの方は画面に与える影響も強くなります。アニメーションがない方はアクセントとして気軽に使えると思います。5番目のグリッチ素材はグレインノイズです。例に挙げると、デジタルカメラで高感度の ISO で撮影すると現れるノイズです。他にもデジタルカメラの圧縮処理、センサーの劣化などが原因で現れます。一般的にノイズといえば、まずこの粒状のノイズを思い浮かべると思います。作り方は簡単です。まず 50% グレーの平面を作成します。名前を5、グレインノイズとします。この平面にエフェクト、ノイズ&グレインからノイズを適用します。ノイズ量を 100% にします。この平面の描画モードをオーバーレイに変更します。これで完了ですが、少し微調整します。ここに追加でエフェクト、ブラー&シャープからブラーガウスを適用します。ブラーの数値を5に変更します。さらにここにエフェクト、ディストーション、ズームを適用します。拡大率を160に変更、サイズを4000に変更します。これでノイズを拡大できました。ノイズの大きさを変えたいときはこの数値を変更してください。4画面でプロセスを比較してみましょう。左上が適用前の画像で、右上がノイズのみを加えたもの、左下がさらにブラーで柔らかくぼかしたもの、右下がさらにズームで拡大した最終形です。次はグリッチ素材ではないですが、トライトーン。このエフェクトで映像に色をつけます。グリッチ表現では色も重要になるので作成します。といっても AE のトライトーンを適用するだけです。調整レイヤーを作成して6トライトーンと名前を付けます。ここにエフェクト、カラー補正からトライトーンを適用します。このエフェクトはハイライトとミッドトーンとシャドウの3つのトーンに分けて色をつけます。まずハイライトに明るい水色を設定、ミッドトーンに彩度の高い水色を設定、シャドウにはそこから明度を低くして紺色になるように調整します。トライトーンでいろいろな色でグリッチ表現に味付けをしてください。特に白黒やセピア色はグリッチと相性がいいのでよく使います。7番目のグリッチ素材は色周差です。この色周差はもともと光がカメラのレンズを通過する際に異なる波長の光を屈折することによって生じる現象です。これにより画像の一部分が色分離したり、境界部分に不規則な色の輪郭が現れたりするノイズです。では色周差を作成する前にここまで作成した6つのグリッチ素材の調整レイヤーを整理します。組み合わせて使用できるようにレイヤーの順番を変えます。上から2スキャンラインアップとダウン、6トライトーン、1ベーススキャンライン、5グレインノイズ、3ウェーブフォームワープ、4デフォームラインの順番に変更します。そしてレイヤーを全選択してプリコンポーズします。名前をグリッチベースとします。ここではコンポジションを複製して上のレイヤーの描画モードをハードライトにしておきます。映像のコントラストに関しては適宜調整してください。組み合わせたグリッチ素材の数によって元の映像からどんどん色が鈍くなったりします。それでは色周差のグリッチ素材を作成していきましょう。新規でコンポジションを作成します。名前を7クロマティックアベレーションとします。そしてグリッチレンダーに今作成したコンポジションを並べます。コンポジションの中を開いてグリッチベースを中に並べます。グリッチベースを複製して3つにします。一番上のレイヤーにエフェクト、チャンネルからチャンネルシフトを適用します。緑と青をフルオフにしてレイヤーを赤チャンネル表示にします。2番目のレイヤーを緑以外をフルオフにして緑チャンネル表示にします。3番目のレイヤーを青以外をフルオフにして青チャンネル表示にします。
上の2つのレイヤーの描画モードを加算にします。これで映像を RGB チャンネルに分離できました。あとはレイヤーをずらしていきます。一番上のレイヤーにエフェクト、スタイライズからモーションタイルを適用。タイルの中心にオルトを押しながらストップウォッチをクリック。エクスプレッションでアニメーションを入力します。打ち込むエクスプレッションはこちら。ミラーエッジのチェックを入れて再生します。赤チャンネルだけこのようなランダムなアニメーションがつきました。ちょっとスムーズに動きすぎるのでフレームレートを下げます。エクスプレッションの頭にポスタライズタイム10を加えます。このエクスプレッションは秒間10フレームにフレームレートを下げることができます。再生します。フレームレートが下がりカクついているのがわかると思います。ではこのエフェクトをコピーして他の2つのレイヤーにペーストします。エクスプレッションのアニメーション頻度の数値をランダムに変えます。再生します。これで RGB のチャンネルがそれぞれ色ずれを起こし色周差の表現ができました。上の階層に行きこのコンポジションの描画モードをピンライトに変えます。再生します。本来の色周差ノイズよりも少し大げさにずらしていますがこのくらい分かりやすくずらしてもかっこいいです。8つ目のグリッチ素材はゴーストです。ゴーストはより CG 的な表現ですが重複した透明なイメージが現れる現象です。グリッチ表現をクリエイティブに見せるのに効果的です。では作っていきます。まずグリッチベースのコンポジションを複製します。複製したコンポジションの名前を8ゴーストとします。レイヤーを一番上にします。ここにエフェクト、スタイライズ、モーションタイルを適用します。タイルの中心にエクスプレッションを入力します。打ち込むエクスプレッションはこちら。フレームレートを極端に下げて Y 方向の数値にランダムな数値を入れます。再生します。さらにこのレイヤーの不透明度にエクスプレッションを入力。打ち込むエクスプレッションはこちら。このレイヤーの不透明度を0か 100% でたまに出現するようにします。再生します。最後にこのレイヤーの描画モードをオーバーレイに変更します。再生します。いい感じです。最後9つ目のグリッチ素材は RGB ブロックノイズです。これも CG 的な表現で実際にこのようなノイズが入るかは分かりませんがバグの表現です。動画師の方はこの例を参考に自分なりのノイズを作成してみてください。では作成していきます。まず新規でコンポジションを作成。 RGB ブロックノイズと名前を付けます。グリッチレンダーの中にこのコンポジションを並べます。コンポジションの中に入りグリッチフッテージを中に入れます。元画像のコンポジションです。グリッチフッテージを3つに複製します。色周差の時と重複しますがエフェクト、チャンネルからチャンネルシフトで RGB チャンネルを分離します。上2つの描画モードを加算に変えます。モーションタイルを適用してレイヤーをずらします。ここでは20ピクセルずつずらします。ミラーエッジにチェックを入れます。他のレイヤーも同様にずらします。これで RGB がずらせました。ここに調整レイヤーを作成します。エフェクト、カラー補正から色相サイドを適用します。サイドの数値に40と入力します。色味が強くなりました。さらに
エフェクト、ブラー&シャープからアンシャープマスクを適用。量に200と入力します。上の階層へ行き、このコンポジションは置いておきます。ここに新規で平面を作成します。エフェクト、ノイズ&グレインからフラクタルノイズを適用。ノイズの種類をブロックに変更。コントラストを450にします。明るさを-50。トランスフォームを展開して重応比固定のチェックを外します。スケールの幅に750と入力。展開のオプションのランダムシードにエクスプレッションを入力します。タイム ×4 で秒速4ずつ数字が増えていくようにします。再生します。この平面をプリコンポーズして名前を RGB ブロックノイズテックスとします。コンポジションの中に入り、この平面をコピーします。エフェクトのパラメーターを変更していきます。トランスフォームの重応比固定のチェックを入れます。スケールを1500に変更。コントラストを1000に変更します。再生します。この今作った2つのノイズを合成します。下のノイズレイヤーのトラックマットに上のノイズレイヤーを指定し、ルミナンスキーの反転にします。再生します。いい感じです。上の階層に行き、さらに RGB ブロックノイズのトラックマットに今作ったノイズレイヤーを指定し、ルミナンスキーとして使用します。このレイヤーにエフェクトのアンマルチを適用します。このプラグインはきれいに黒を抜くことができるプラグインです。再生します。今回はノイズがキャラクターの顔にかぶっているのが嫌なので、ノイズテックスのコンポジションの中に入ります。黒い平面を作成します。丸いマスクで黒く塗りつぶします。再生します。顔にかぶっていたノイズを取り除くことができました。そして最後に RGB ブロックノイズの不透明度にエクスプレッションを入力します。打ち込むエクスプレッションはこちら。ランダムに出現させるようにします。再生します。よりバグ感が出たのではないでしょうか。これで9つのグリッチ素材が揃いました。レイヤーの順番を入れ替えます。8、ゴーストのコンポジションを7の下に持っていきます。ではこれらのグリッチ素材を組み合わせて使っていくにあたり、サブの調整レイヤーとしていくつか追加したいと思います。まずここに調整レイヤーを作成して名前を CC とつけます。レイヤーの一番上に配置します。ここにエフェクト、カラー補正からトーンカーブを適用します。ここで画面のコントラストを調整するようにします。そしてグリッチベースのコンポジション内に入り、新規で調整レイヤーを作成します。フレームレートと名前を付けます。ここにはエフェクト、時間からポスタリゼーション時間を適用します。フレームレートを10にしておきます。そしてレイヤーの順番を2の下に配置します。グリッチ表現でフレームレートを下げることはとても効果的です。比較してみましょう。フレームレートを下げることでよりノイズっぽさが増したりします。頻繁に使うのでフレームレートを下げるときはこの調整レイヤーを使うようにしましょう。ではここにもう一つ調整レイヤーを作成します。名前をモザイクとします。ここにエフェクト、スタイライズからモザイクを適用します。水平ブロックに240と入力、垂直ブロックに180と入力します。レイヤーをグリッチフッテージのすぐ上に持っていきます。これは見ての通りモザイク効果です。画質を下げたい時にこの調整レイヤーを有効にして調節してください。これでグリッチ素材が一通り全て揃いました。好みのグリッチ素材を有効にしてノイズを組み合わせてレンダリングするようにしてください。このようなグラフィックテンプレートを作った際には全てのノイズのパラメーターを簡単に変更できるようにエクスプレッション制御によるコントローラーレイヤーを作ることをお勧めします。いかがだったでしょうか。グリッチとはもともとはデジタルデータや映像の異常や不具合を指します。本来映像の品質を低下させ
クリアな情報伝達を妨げるものでネガティブなもののはずです。しかし CG 制作ではグレインノイズや色収差など意図的に使用することでクリエイティブな効果を生み出すのに役立ちます。グリッチ表現は動画師として腕を磨くために突き詰めて研究する価値があると思います。この動画では基本的なものを紹介しましたが、グリッチ、ノイズについてはもっと自由な表現をしていいと思います。この動画の内容を基本として皆さんも自分なりにいろいろ実験してみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。